はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は新しいコーヒーアイテムを購入したので、その紹介をするついでにラテアートの練習もしていきたいと思います。ラテアートのコツを簡単に説明しながら、僕自身のラテアートの練習をしていきたいと思います。なぜかというと、以前動画でラテアートをしてみたんですけども、それがね、あまりにもちょっと下手くそで情けなかったので、ちょっとね、こういうラテアートの練習の液を購入したので、その紹介をしていきたいと思います。まず、普通にラテアートを練習した場合、ネックなのが、たくさんの牛乳とたくさんのコーヒー豆を準備して、エスプレッソを入れないといけないというのがあるんですけども、こちらを使うことによってそれが一切なくなるということですね。なので、環境に優しいと言っていいのかちょっとわかんないんですけども、牛乳を無駄にしない、コーヒーを無駄にしないという意味ではいい商品なんじゃないかなとは思います。で、商品の紹介なんですけども、こちらが、この黒い方がコーヒーの濃縮液みたいな感じですね。黒い液体が入ってます。黒い濃縮された液が入ってます。それに水を入れることによってエスプレッソに見立てます。こちらの白いボトルの方は透明なんですけども、スチームをすることによってきめ細かい泡ができるので、アートの練習ができるということですね。で、この1本で1リットルの牛乳が84本分の練習として使えるものになります。で、そしてこのコーヒーの濃縮液。この1本分で 1.5 キロ分の豆相当のコーヒーのエスプレッソとして使えることができるということですね。ミルクで考えると1回あたり小さいカップであれば 200ml 仮定したとして420回分ですね。なんとこの1本で420回分のラテアートの練習ができるということです。すごいですね。で、カップの大きさにもよるんですけどね。あくまでも 200ml のミルクをラテアートにする場合ですね。で、こっちが1本で約100杯分ぐらいは使れるんじゃないかということなので、書いてましたね。豆 1500g 分ですね。で、こちらがミルク。1リットルのミルクが84本分ですね。はい、それではね、実際にラテアートをする前に、ラテアートのコツをいくつか説明していきたいと思います。僕も予習とか復習も兼ねてご説明します。はい、それではね、ご準備してもらうものなんですけども、ミルクフォーマーのピッチャー、カップの選定として、ここが広いものですね。広いものの方が、絵が描きやすいっていうのと、あと、下が丸くなっているもの。例えば、これを比べたときに、もちろんこれでもできるんですけども、やりやすさで言うと、こういった低めで中が丸くて面積が広い方がやりやすいです。はい。その理由としては、ラテアートをするときに2段階ありまして、まずエスプレッソとミルクを混ぜるステップと、実際に絵面を描くステップがあるんですけども、その混ぜるときに丸い方が綺麗に混ざりやすいので、カクカクっとした下よりかは丸い方がやりやすいというわけですね。で、実際に始める前に説明をすると、エスプレッソを入れます。ミルクフォーマーでミルクを温めます。実際に入れるときに、まずはゆっくり流してまず混ぜます。で、次に、その時は高めで混ぜて、で次に低い状態、近づけた状態で、ちょっと勢い強く流す感じで、絵面を描いていくです。最後に、3つ目のポイントとして、練習あるのみ。フォームミルクの、泡立て方とか、やり方もそうですし、この実際に描いていくのも、本当に練習あるのみだと僕は思っています。はい。僕は練習不足なので、まだまだ下手くそなんですけども、これを使ってね、うまくやりたいと思います。あと、僕がラテを飲まないので、練習した後のコーヒー、ラテどうしようっていう問題もあるので、それのせいで上達しない、言い訳ですけどね。言い訳なんですけども、僕はラテを飲まないせいで、なかなか上達しないっていうのがありましたので、これを買ってぜひね、うまく焼きたいと思います。実際に入れていきたいと思います。はい、それではね、実際に入れていきたいと思います。さっき準備してもらうものは、カップとピッチャーと言ったんですけども、あと、これ、ミルクフォーマーした後に拭く布巾も用意してください。
あと一番大事なのは、このミルクフォーマーのついているエスプレッソマシン。ミルクフォーマーだけでもいいんですけど、はい、エスプレッソマシンも必要になります。これはね、前回ご紹介したエレクトラックスのアルティメットテイスト500ですね。200から250のカップに対して350のピッチャーぐらいがちょうどいいのかなと思います。ではね、直接スチームを開始します。で、スチームの準備ができたら、中の余分なお水を出して、で、まずこちらに書いてある 1g あたり10から20のお湯ですね。はい。なので、5プッシュってことなんで、はい、5プッシュぐらいってかな。はい。なんかイカスミみたい。なんかイカスミみたいですね。で、お湯を入れます。ちょっとでいいと思う。ちょっと馴染ませて。はい、めっちゃ黒いですね。深入りのエスプレッソって感じがします。ではね、だいたいこのラインよりも下、この注ぎ口の出っ張ってる部分よりもちょっと下ぐらい、この位置まで水を入れます。はい、水入れました。で、1プッシュでいけるってことか。1プッシュいける。不安だからもうちょっとだけ入れました。本当は1プッシュだけです。はい。で、ミルクをこう泡立てるときに、これは蒸気なので、泡立てる場合は、これをね、一番奥まで入れてしまうと、温まるだけで泡立たないんで、表面上に入れておく必要があります。こうね。こう奥に入れるのではなくて、ちょっとこう、表面に、キュ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 って聞こえるのが、これ見た感じ、泡立ちがちょっと粗いんですよね。ミルクこんな感じなんですけども、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、粗い泡なんですよね。で、粗い泡は、ちょっとこう叩くことに、叩いて、粗い泡は、こう破裂させるようなイメージで、こうくるくる混ざると、もしかしたらいけるかもしれないってやつですね。取っ手の部分は自分の手前側に向けてください。はい。で、一番ゆっくり入れて、コーヒーとあれを混ぜます。で、ちょっと勢いつけて、入れるんですけども、やっぱり泡立ちがものすごい、粗い泡ですね。はい、失敗です。はい、もう一回やりましょう。で、このミルクフォーマーのね、やり方は、他の YouTube でも Instagram でもたくさんの、参考になる動画があると思うので、そちらを参考にしてみてください。僕はあくまで、僕の練習も兼ねて、この商品、この商品の紹介というか、こんな便利なやつありましたよっていうのを実践しているだけなので、まずは混ぜる。で、こう、さっきよりマシな感じですね。はい、やり直し、もう一回。ちょっとね、心折れてます。こんな感じです。はい、ダメでした。もう一回。今のところ一番いいかもしれない。ちょっと曲がってしまったけど。完全に気のせいでした。ちょっとまだ粗いか。難しいっす。はい、それではまとめにいきたいと思います。本日はこちらのラテアートの練習する用の液体を使ってラテアートの練習をしてみました。ただ、一朝一夕では
なかなかうまいこと書けないので練習あるのみです。ただね、練習するにあたってたくさんのミルクとかたくさんのコーヒー豆を用意しなくてもこういうのがあると練習がしやすいですよねっていう形でご紹介させてもらいました。はい、僕もまだまだ修行不足なので練習していきたいと思います。注意していただきたいことがいくつかありまして、まずこれは飲めません。コーヒーの濃縮液とミルクの濃縮液ではないので飲めないので、そこのところは気をつけてください。あと使ってて思ったのが、これ飛び散ったりとかして衣類とかにつくととても落ちにくいと思いますので、そこのところも気をつけてください。で、このミルクの泡立つんですけども、実際のミルクを使った時の感じとは少し違ったようなイメージもあるので、そこのところもね、慣れていくしかないのかなとは思います。コーヒーは基本的に味が美味しい方がいいのは当たり前なんですけども、見た目にもこだわるとまた違った感覚でコーヒーが飲めると思います。例えば同じ料理でも盛り付けがしてあるのとしてないのだと、盛り付けしてある方が美味しくいただけるような感じがしますよね。なのでコーヒーもこのラテアートがあるとより美味しく飲めたり気分が良くなったりするかもしれません。ラテアートの練習方法はたくさんの YouTuber やそのインスタグラマーの人が紹介しているので、そちらを参考にしていただけたらいいなと思うんですけども、僕もね練習してコツとかが分かったらみんなに共有していきたいと思います。はい、できないところからできるところに行った経験値は、初心者の方にはとても有益な情報だと思うので、もうすでにできる人のを見てもなかなかうまいこといかないっていうのが現実です。はい、僕がそうなんで。なので、お家にエスプレッソマシンがある方は、ぜひラテアートにもチャレンジしていただけたら、よりコーヒーライフが楽しめるんじゃないかなと思います。ではね、引き続きこれからもいろんなコーヒーを楽しんでいただけるように心から祈っております。ではまた次回の動画で会いましょう。感謝你看到最后。如果你喜欢这支影片，记得按赞，还有订阅我们的频道哦。天使蓝咖啡有销售自家烘焙的咖啡豆和绿挂包，想了解更多，欢迎点开下方说明栏的链接。谢谢。